本日のニュース一覧です。1、アメリカ海軍が新型の超長射程空対空ミサイル AIM-424 マリスの存在を初めて公表。2、インドネシア国防省がイタリア製マッキ 346F ブロック20軽戦闘機12機の導入契約を締結。3、日豪共同開発の高エネルギーレーザープロジェクトブーブック実地試験成功。4、NSA 中国との競争 AI を含むあらゆる領域に強い警戒感。世界のミリタリーニュース。新防衛研究チャンネルのセカンドチャンネルである当チャンネルでは世界の軍事関連ニュース、軍事テクノロジーについてお届けしていく予定です。不定期投稿となりますので、チャンネル登録、ベル登録をしていただけると最新コンテンツがお知らせされますので、ぜひご検討ください。それではコンテンツをお楽しみください。アメリカ海軍が新型の超長射程空対空ミサイル AIM-424 マリスの存在を初めて公表しました。アメリカ海軍は8月22日に開催されたテールフックシンポジウムで AIM-424 を公開しており、すでに飛行試験が進められています。海軍が公開した写真では FA-18E スーパーホーネットに4発の AIM-424 を搭載して飛行試験を行う姿が確認されており、この写真自体は2026年4月3日に撮影されています。さらに F-35C の内部兵器庫に AIM-424 を搭載した写真も公開され、ステルス性能を維持したまま超長射程空対空ミサイルを運用できることが確認されました。AIM-424 は LRAM 長射程空対空ミサイルとして開発されている2段式の大型ミサイルで FA-18EF、F-35C、さらに次世代艦上戦闘機 FA-XX への搭載が予定されています。現在アメリカ海軍が運用している超長射程空対空ミサイルには、艦対空ミサイル SM-6 を空対空兵器へ転用した AIM-174B があります。AIM-174B も150マイル、約240キロ以上という非常に長い射程を持つと見られていますが、AIM-424 はこれをさらに上回る射程を目指していると報じられています。AIM-424 の大きな特徴が、最初から空対空戦闘用として設計された2段式ミサイルであることです。大型ブースターによって発射後に一気に加速し、その後ミサイル本体が飛翔することで、非常に長い射程と高速性能を実現すると見られています。特に F-35C の内部兵器庫へ収容できることは重要で、敵に発見されにくいステルス状態のまま、数百キロ離れた航空目標を攻撃できる可能性があります。具体的な射程、速度、誘導方式、シーカーなどの性能は、現在も機密扱いとなっており、海軍は詳細を公表していません。AIM-424 のような超長射程空対空ミサイルが狙う重要な目標として考えられるのが、早期警戒管制機、空中給油機、電子戦機などです。これらの大型支援機を戦闘空域から遠ざけることができれば、敵戦闘機の探知能力や航続距離、指揮統制能力そのものを低下させることができます。中国も PL-15 や、さらに長射程とされる PL-17 などを開発しており、西太平洋では戦闘機同士の戦闘だけではなく、数百キロ離れた重要支援機をどちらが先に攻撃できるかという長距離航空戦の重要性が高まっています。AIM-424 は AIM-120、新型 AIM-260、超長射程 AIM-174B に続く、さらに新しい長射程空対空兵器として、アメリカ海軍の空母航空団へ加わる可能性があります。特に F-35C がステルス状態のまま内部搭載できることから、AIM-424 は単純に AIM-174B より遠くまで飛ぶミサイルではなく、将来の FA-XX まで含めたアメリカ海軍の次世代航空戦闘体系を支える重要な兵器になる可能性があります。インドネシア国防省がイタリアのレオナルド製マッキ 346F ブロック20軽戦闘機12機を導入する契約を正式に締結しました。契約は2026年2月に締結された基本合意を具体化したもので、
最初の機体は2030年から引き渡される予定です。マッキ346は、もともと高等練習機として開発されましたが、今回導入される F 型ブロック20は、訓練だけでなく実戦任務にも使用できる多用途系戦闘機です。最新型では、アイサレーダー、大型ディスプレイ、リンク16データリンク、電子戦システムなどを搭載し、空対空、空対地兵器を運用できます。インドネシア空軍は、老朽化したホーク109、209の後継として、マッキ 346F を使用するとともに、ラファールなど最新鋭戦闘機へ移行するパイロットの訓練にも使用する計画です。契約には、インドネシア国内での整備、修理、オーバーホール、訓練能力の構築も含まれており、単純な機体購入だけではなく、国内に運用基盤を整備する内容となっています。一方、インドネシアは、ラファールの導入を進めるほか、F16、スホーイ27、スホーイ30、T50I など複数国製の航空機を運用しており、韓国の KF21 の開発にも参加しています。そのため、機種の多様化による整備、平坦、相互運用性の複雑化は、引き続き課題となります。さらに、今回、レオナルドとインドネシア側は、海軍向け AW149 中型ヘリコプターの導入についても、基本合意を締結しました。実際に契約へ進めば、AW149 は、艦艇や陸上基地から運用され、捜索救難や災害救援などに使用される予定です。今回のマッキ 346F 導入によって、インドネシアは、老朽化したホークの更新を進めながら、最新鋭戦闘機パイロットの訓練と軽戦闘任務を、一つの機種で補完することになります。オーストラリアと日本が共同開発している高エネルギーレーザー、プロジェクトブーブックが、南オーストラリア州で、初の実地試験に成功しました。ブレイキングディフェンスやオーストラリア国防省によると、ブーブックは、オーストラリア国防科学技術グループ、DSTG と三菱電機、三菱電機オーストラリアが共同開発している試作レーザーシステムです。これは、日本とオーストラリアの防衛産業による初の共同開発案件で、オーストラリアが20年以上研究してきたレーザー技術が利用されています。今回の試験は、カルタナ訓練場と DSTG のエディンバラ施設で実施され、今後の設計や技術要件を決めるためのデータが収集されました。このレーザーについて、オーストラリアのリチャード・マールズ国防相は、接近する脅威を工学的に探知することで、部隊の防護能力と状況認識能力を向上させるシステムだと説明しています。将来的には、地上戦闘車両だけでなく、沿岸部で運用するプラットフォームへの搭載も想定されています。一方で、高エネルギーレーザーとされていますが、レーザー出力や射程、具体的な対象などは公表されておらず、現時点で、ドローンやミサイルをレーザーで直接撃破する兵器だとは確認されていません。三菱電機オーストラリアは、将来の大規模生産に備え、シドニーのライドアルミアに、新たな防衛関連施設を整備するため、7000万オーストラリアドル、約73億円を投資します。つまり、ブーブックは、現段階では、レーザー兵器による迎撃システムというより、レーザーを利用して接近する脅威を工学的に探知し、監視、警戒能力を向上させる技術として開発が進められています。また、8月18日の日豪防衛相会談では、日本がオーストラリアの広大な射場を利用し、極超音速兵器など開発中のスタンドオフミサイルを試験できる枠組みについて、今後10年間を視野に協議を加速することでも一致しました。今回のブーブックの実地試験は、日豪の防衛技術協力が装備品の調達だけでなく、レーザーなどの先端技術を共同開発し、将来的な生産まで視野に入れる段階へ進んだことを示しています。アメリカ国家安全保障局 NSA が中国との競争はすでに AI を含むあらゆる領域に広がっているとして強い警戒感を示しました。ブレイキングディフェンスによると NSA のティモシー・コシバ副長官は8月20日のテックネットオーガスタで中国はアメリカが直面するほぼすべての国家安全保障上の問題に関与しており、現在は激しい競争の状態にあると述べました。
小柴副長官が、具体例として、中国企業がイランにジェオインと地理空間情報を提供し、アメリカ軍基地や同盟国への攻撃を支援したと指摘しています。中国企業が民間市場などから入手できる衛星画像や位置情報を AI で分析し、アメリカ軍の動きを追跡していたことは、これまでワシントンポストなども報じています。中国政府は、これについて、画像は公開情報から取得されたもので通常の商業活動だと反論しています。さらに、小柴副長官が、中国がロシアに情報、ドローン技術、訓練などを提供しているとも指摘しており、NSA はサイバー戦や資銀と信号情報活動を通じて、こうした中国の動きを追跡しています。そして、NSA が特に警戒しているのが、中国との AI 開発競争です。小柴副長官が、AI は将来の技術ではなく、すでに現在の軍事作戦で使用されており、攻撃と防御の双方で戦争の性質を変え始めていると説明しました。特に人間から一つずつ指示を受けるのではなく、複数の作業を自律的に実行する AI エージェントが、すでに実際のサイバー領域で利用され始めています。NSA 自身も2026年4月、オーストラリアなどと共同で AI エージェントの安全な導入に関する指針を公表しており、自律性が高まることで攻撃対象となる範囲も拡大すると警告しています。小柴副長官が、中国などの競争相手も AI を利用してアメリカのネットワークへ侵入し、情報処理速度でアメリカを上回るための能力開発を進めていると指摘しています。今後のサイバー戦では、単純に優れた AI モデルを開発した国ではなく、AI を実際の情報収集、分析、サイバー攻撃、防御へ素早く組み込み、膨大なデータを利用できた側が大きな優位を得ると NSA は見ています。つまり、米中の AI 競争は、生成 AI の性能を競うだけの技術開発競争ではなく、情報収集から分析、サイバー戦までを AI によって高速化し、どちらが先に軍事システムへ実装できるかを争う段階へ入っています。新防衛研究チャンネル、セカンドのコンテンツはいかがでしたでしょうか。チャンネル登録、ベル登録、いいねをお待ちしております。メインチャンネルでは、ウクライナや中東の日々の戦況などを毎日配信しています。また、姉妹チャンネル、近藤機関では、構造で読み解くをテーマに、軍事、外交、政治など様々なことについて考察しています。お時間があれば、これらのチャンネルもご覧いただけると嬉しいです。